シッと決まるよなんてそんな魔法の言葉はありません。それの方がみんな心動きますよね。ロジカルに考えたら全てうまくいくんだったら、この社会の成功確率順番は学歴が優秀な人から決まるじゃん。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあ今回も宮坂支店長でよろしくお願いします。はい。たくさん聞きたいことがあるんですけど、今回は優秀な管理職だけが知っているある一言とはというテーマでして、要するにちょっと僕もできる管理職と思われたいので、これ言えば優秀な管理職っぽいというか、バチッと決められる一言がもしあればと思ったんですけど。優秀な管理職と思われたいとかどうでもいいし、ね、これ言えばバシッと決まるよなんてそんな魔法の言葉はありません。そうなんですね。何を言うかはあんま重要じゃないですよね、正直ね。偉人の名言とかってあるけど、あれは偉人という結果を出した後にフォーカスされてるだけじゃないですか。やってる最中にあんなの言われてないんですよ。フォーカスされてないんですよ。だから何を言うかばっかりはあんま考えなくていいと思うけどね。言いたいことは、言葉にフォーカス、一番フォーカスするのは多分違うんですよ。みんな言おうと思って言ってないしね、しかも。だから結局は会社の中で言うんであれば健康一致なだけですよね。やっぱり大事なのは何を言うかではなくて、健康が一致してるかどうか、言ったことと行動が一致してるかどうかの方が結構みんな敏感に感じ取ってますよね。いつも言ってるそのノンバーバルな非言語なところに重きを置いた方がいいと思いますよ。ポイントとしては、何を言うかよりも相手にどういう感情になってもらうかを考えた方がいい。こういうところに重きを置くと、もちろん何を言うかも一つの選択肢だけど、どこで、いつ、誰に、何を、どのように、なぜ言うかをちゃんと考えて、それの方がみんな心動きますよね。で、ズボッと入りますよ。だから、優秀な管理職だけが知っているある一言とはって言われたら、優秀な管理職が知ってるのは、ノンバーバルの重要性かもしれないですね。その時々に合わせて、目的を理解した上で出た言葉が大事。例えば、よく言うじゃないですか。じゃあ俺がね、宮坂好きだよ。で、今この前言っても、何言ってんのこの人みたいな話でしょ。困りますね。これって一つは、こういう場面で言ってるからダメなんじゃん。それがね、ふとした瞬間に、すごい大変な思いをして、ね、すげえ大変だったけど、お前頑張って活躍した後に、社長は俺が全然できない時期も見捨てなかったとか時に、俺お前好きだからさ、って言ったら、超嬉しいとかなるわけじゃん。例えば。はい。たくさんありましたね。そういうことでしょと。だから何を言ったかじゃないです。好きっていうことを言いましたっていうのはこれ何を言ったかでしょ。はい。そこじゃないじゃん。どういう場面で、どういう熱量で言ったかみたいなのがすごい重要だから、とにかくポイントはそう。これを言うことでとか、この場面で相手にどういう感情を持たせたいかっていうのを追求した方がいい。それを持ってる人がうまいと思うね。優秀だと思うね。何を言えばいいですかねって言ったら、めんどくさいからチャット GPT に聞いとけよ全部みたいな。って話でしょ。はい。逆に言うとロジカルにやったら全部できちゃう話じゃん。でも、いつも言うけど、ロジカルに考えたら全てうまくいくんだったら、この社会の成功確率順番は、学歴が優秀な人から決まるじゃん。ロジカルで全部片付くんだったらね。でも世の中そうなってはないですよねと。でもそういう感じじゃん。でも実はすごい優秀な人が知ってるのは、そのロジカルじゃなくて非言語の大事さみたいな。いつも言う、だからその、構造的脳だけじゃ、左脳だけじゃなくて、ちゃんと右脳の使い方を知ってる人が、右脳も左脳も使える人が優秀なわけですよ。本当の意味で。先ほど誰がどこにいつ何をっていうお話あったと思うんですけど、若い子たちに何かを伝えたいときはどうやったら伝わるのかなって、これが伝えたいのに伝わらないが多くて困ったりするんですけど、そういった時のコツとかってありますか？だからまずは結構誰が言うかも大事なんですよ。場面も大事だけど誰が言うかも大事で。だからむしろ嫌いな人にお前好きだよって言われたら、やめてよマジ俺嫌いなんだよってなるじゃん。でも好きな人に好きって言われたら、マジで嬉しい超みたいになるでしょ。はい。だからまずはやっぱりだからいつも言うけど、関係性を一定以上にしなきゃいけないんですよね。それはポジションを使ってなのかもあるかもしれないし、全部がそれ人じゃないよ。はい。そもそもの人対人、俺対あなたっていう社長と支店長じゃなくてね、私対宮坂っていうの関係性の一定ライン上必要だし、そこを補助するのに役職とかポジションがあるかもしれないし、いろんな要素あるけれども、まずは話を聞いてもらうっていう関係性の質を一定以上作らなきゃダメですよね。これを作るためには日々努力するわけですよ。伝え方に関しては、俺伝えたい時と聞く時があるじゃん。聞く時は必ず受け入れなきゃいけないじゃん。この人に喋っても安全だという。これが心理的安全性とかですよね。でも、
言う時に関しては、基本的には伝え方なんで、これはノンバーバルなところをちゃんと頑張んなきゃいけないし、宮坂には頑張ってほしいんだな。例えばこのテンションで言うと、宮坂、俺はお前には頑張ってほしいんだよ。なぜならば、って言ったら熱量が違うじゃん。社長俺に期待してくれてんだなとかって思ったりするわけじゃん。だからとにかくその非言語なとこ大事だよね。その熱量を伝えるときにはだから非言語大事だっていうのは、例えば目を見てとか表情とか、声のトーンだったり大きさだったりとかっていうのは絡んできて、場作りっていうのもそれを助けるわけですよね。そういうのを、相手が一番こう入ってくるようなのを想像してやった方がいいよね。関係性が一定以上あって、非言語のところをちゃんと気をつけて考えられれば、本当に伝えたいことは言語化はできないかもしれないけど、気持ちは受け取ったみたいな感じになるんじゃない？ありがとうございます。言葉に熱量を乗せる。もちろん表情とかで相手に表すっていうことを注意していきたいと思います。ちなみに、僕のようにあまり理解力のない人間、メンバーに対してどういったことを言ったら僕の思いが理解してもらえるんだろうって悩むことあるんですけど、これもだから毎回言うんですけど、全ては質かける量じゃないですか。理解力があるんだったら質で伝わる可能性もあるわけですよね。回数も必要なんですけど、質に重点を置くとかね。でも理解力が低いとか、特に若いと社会経験少ないとか知識経験が低いとかっていうんだったら、量でしかないですよね。量に重点を置いてやるとか、それはケースバイケースですけど、大きく考えたら質かける量だから、どっちを重点を置いて伝えるかとか、そういう意味で言うとやっぱり質っていう部分だと例題とかを変えますよね。いつも言うけど、野球が好きな人だったら野球に例えるし、サッカーの人だったらサッカーになるべく例えるし、その人の属性によって例題の例を変えるとかっていうのはやるし、話の置き換えですよね。だからよく、例えば会社のトラックをきれいに乗ってくださいね、汚くしないでくださいよ、なぜならばって汚くしている人がいたら言うじゃない。ある意味物理で言ったら俺のトラックなんだけどって、俺会社 100% 株主だから、ある意味物理で言って資本主義から言ったら、このトラックって、一応俺の所有物じゃん、イコールって。だから俺のトラックを、俺の車をあなた汚くしてるんだよねと。俺のある意味トラックを借りて給料を稼いでって仕事をしていて、その借りたトラックを汚くしてるわけじゃん。なんでそれだったらじゃあ俺もあなたの車借りていいと。お金払う？いい。めっちゃ汚くするから。どう思う？みたいなよく言うじゃん。自分事として置き換えられるような、なるべく話の置き換えをするしかないよね。ちょっと無理やりでもやっぱり分かってもらいたいから、そういうことじゃないかな。相手のフィールドに合わせて相手が分かりやすい例題を持っていって納得させていく。だからある意味プラスして言うならば、優秀な管理職は話の例題とか置き換えが上手ですよね。わかりました。うまい例え話を考えていきたいと思います。あとあれだね。優秀な管理職が言う一言はってねえよって言ったけど、強いて言うなら、責任は俺が取るからやろみたいな言葉だけはあった方がいいかもね。めっちゃかっこいいですね。だってさ、みんなさ、ぶっちゃけ言うよ。事業でさ、責任本当に取らなきゃいけないようなレベルの失敗って、従業員レベルで言ったら、特に中小ベンチャーなんかで大したことマジないわけよ。大手企業とか業種によってね、これで100億動くんだとかって言って、プロジェクト失敗して50億赤字出しましたって言ったらダメだよ。それはやばいよね。そんなレベルの決済の相談ってまずないわけよ。今までやってきて。で、大体失敗しても責任なんか取るもんないんだよ。ほとんど相談されるもの。でもなぜか失敗したら俺の責任だしな、うまくいかなかったら俺の責任だしな。何なんだよその責任っていつも思うわけ。で最初ね、めんどくさいから、責任俺のところやれって言ってたんだけど、責任取るよって言ったけど、言い方変えたら取ってるし、言い方変えたら取ってないわけ。全部自分の会社で起こったことだから最後責任は俺だっていう意味では、そこの損失も取ってるね、責任。損失以外なんか責任取ったかなって言ったらほぼないわけ。そんなぐらいの相談しか来ないんだよ。全体で見た。だけど、とにかくみんな失敗を恐れるがあまり、責任はとか、失敗したらってみんな言う。だからもうめんどくさいから、責任は俺が全部取ってやるからと。やろうって言ってたんだよね。この一言の方が結構みんな、わかりました、じゃあやります、頑張りますとかつって一生懸命やるから、これを気持ちよく言えて、で、万が一本当になんか責任を取らなきゃいけないのだったら、すいません、僕が OK しました。僕が許可しました。僕が最大の責任です。やりました。みたいな。言えばいいじゃん、別に。言って謝ったら大体 OK だよ。それを上回っていい気がするんだから。確かに。思い当たる節何個もあります。失敗した責任を俺取ってるからやろう。
これは言えたらいいんじゃないの？はい。ありがとうございます。は自分がそれで何度も勇気をもらってきたことを思い出しました。はい。結局一言についちゃったけど、まあそんな感じですよ。はい。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。